はじめまして、シャトルのささやきです。このチャンネルではプロの試合を素人でも分かりやすく解説していきます。今回の動画は歴代最強世界一位のギデオン・スカムルジョの強さの秘訣、対してその2人に唯一6連勝を果たした遠藤・渡辺ペアの強みについて徹底解説します。ここでチャンネル登録をしてプロの極意を見ていきましょう。まずはギデオン・スカムルジョの実績から説明しよう。彼らは男子ダブルス史上最長となる266週間、約5年間にわたり世界ランキング1位を維持した。この記録は男子シングルスで圧倒的な強さを誇った日本のエース桃田賢斗の160週間をも大きく上回る。彼らが長年トップに君臨できた最大の要因はダブルス特有の低空戦を極めたことにある。特にスカムルジョの前衛での動きは異次元ともいえる俊敏さを誇る。そんなケビン・サンジャやスカムルジョから見ていこう。まずはファーストゲームの8オール。スカムルジョは渡辺がクロスに返すことを予測して一気に前に詰めるシーンが見られる。続いてセカンドゲームの10-5。自らのロブに対しかなり前に詰めているモーションを見せている。ではこの動きが成功するとどんな結果につながるのか。ファーストゲームの5-3。渡辺のアタックに対しドライブで返球。クロスのつなげ球をプッシュ。一見タダだと分かりづらいが、横から見るとかなり前で構えていることがお分かりだろうか。早めのタッチに翻弄された渡辺の選択肢はこの時点でロブドライブつなぎ玉に絞られ、そのうちの3分の2をスカムルジョは狩ろうとしている。その結果反射的に空いているクロスを選択してきたところにとどめのプッシュ。続いてファーストゲームの3オール。渡辺のアタックに対しドライブで返球。前衛の遠藤がドライブ戦に応じるがミスで失点。しかし横から見るとスカムルジョはかなり速いスピードで詰めていることがわかる。他の試合を見てもスカムルジョは向かってくるシャトルに対して自ら詰めることにより通常より速い展開を作り出し、相手のプレー精度を崩している。こうした観点からスカムルジョは自ら迎え撃つスタイルを貫き、世界トッププレイヤーたちを圧倒してきた。続いてペアのマルクス・フェルナルディ・ギデオンの強みに迫る。一見ギデスカペアはスカムルジョの派手なプレーが目立ち、ギデオンが目立ちにくい部分があるが、彼の強みがあるからこそスカムルジョは自由にプレーできている。セカンドゲームの2ラブ。ギデオンが後衛から軽めなスマッシュを打つ。遠藤のレシーブをアタック。3発目はセンターに。4度目でとどめを刺す。続いてファイナルゲームの17-18。ギデオンがストレートにドロップ。クロスに上がってきた球を再度ドロップ。少し浅くなったロブに対してセンターへのスマッシュで得点を得る。このようにギデオンは後衛からの攻撃力が高く、世界屈指の守備力を誇る遠藤・渡辺ペアでも一人で打ち破る力を持っている。しかし彼の強みはこれだけにとどまらない。スカムルジョという武器を熟知しているからこそ、その力を最大限に引き出すためのサポートをしている。先ほどのこのシーン、スカムルジョが素早く前衛に出る。本来であればサイドバイサイドであるため、スカムルジョがクリアに対し対応するのが無難である。しかしこれを理解していたギデオンは自ら後衛へと下がるサポートを見せる。続いてファイナルゲームの9-12。後衛からギデオンがスマッシュを打つ。浅くなったロブに対しさらにアタック。3球目も後方から勢いよく攻めるかと思いきや、スカムルジョの前衛が入る。ギデオンは勢いに乗った3球目のアタックを控え、スカムルジョを優先。とっさに空いてしまった右側コートを守り抜く。他の試合を見てもスカムルジョが強引に前に出る際、ギデオンはそれを妨げず、素早く後方に下がる柔軟性を持つ。これによりスカムルジョの突破に合わせて動き、全体のバランスを取る役割を担っている。こうした展開を作り上げることでお互いの強みを最大限に引き出し、唯一無二のペアとして地位を確立。その結果として世界ランク1位に輝いた。しかしそんな最強ペアに6連勝を果たしたのが遠藤・渡辺ペア。彼らが勝ち続けた理由とは何か、その秘訣を細かく見ていこう。ファーストゲームの8オール。遠藤のロブに対しギデオンがスマッシュを打ち込むが再びロブで対応。渡辺もロブで展開を維持。スカムルジョのハーフスマッシュをクロスロブ。次は渾身のアタックを見せるが、それもロブで返す。ネット前のレシーブから低い展開に変わる。そうするとギデスカの攻撃ペースに持ち込まれてしまう。打開すべく渡辺は高めのロブで展開をリセット。ここで遠藤に注目。ギデオンのリバースカットをロブで返す。次はジャンピングスマッシュで攻撃するが、それもロブで返す。ドライブ気味のアタックもロブ。飛びついたスマッシュもロブ。入れ替わって攻めるもロブ。ドロップを打つもロブ。カットスマッシュもロブ。さすがに池が刺したスカムルジョはロブを打ち、コーチが逆転。ここからは速い。遠藤が後衛から崩す。渡辺がストレートに来た球をブロック。最後は遠藤のプッシュでフィニッシュ。この1ターン61ラリーの攻防。続いてファーストゲームの60-17。低めの展開から脱却すべくロブの展開へ。スカムルジョのハーフスマッシュをクロスロブ。ドロップに対し画面を越える高さのロブを打ち、ワンチャンスを狙う遠藤だが、再びスカムルジュがネット前へのプレッシャーを図る。渡辺が即座にリセット。ギデオンのハーフスマッシュにロブ。
渡辺がドライブで返すが再度ロブ。センターへのアタックもロブ。最後はスカムルジョのミスで終わる。このように遠藤渡辺はロブを軸に展開を組み立て、前衛を得意とするスカムルジョの強みを封じる立ち回りを意識。さらに相手のミスや高めのロブからワンチャンスを狙いつつ、ロブを繰り返すことで相手のスタミナを削り取る。そして攻守が入れ替わる瞬間を見極め、一気に畳みかける。ここからは個人個人の強みに触れていこう。まずは遠藤から。彼の最大の武器はやはり圧倒的な守備力にある。セカンドゲームの 7-3。ギデオンのアタックをクロスレシーブするがスカムルジョに捕まる。サイドロブで返すがスカムルジョはフォアに揺さぶりプッシュの展開へ。フォアに来たプッシュを難なく返す遠藤。スカムルジョが得意の前衛で壁を張りネット前へ落とすが、それも拾ってみせる。ギデオンが渡辺に向けて強烈なジャンピングスマッシュを放つが、再びロブの展開。そしてギデオンが遠藤に3回のドロップを打ち揺さぶりをかける。4回目でハーフスマッシュが来たところをクロスレシーブで前に詰める。渡辺はこの攻めを待ち構えていたかのように素早くシャトルの下に潜り込み、一撃で仕留める。続いてファイナルゲームの 15-11。高めのロブでいつもの展開に持ち込むが、ギデオンがスマッシュに見せかけたドロップを放つ。正直ギデオンのこのドロップはスマッシュを装っているが、右足が外に向いておりフォーム的には完全なスマッシュを再現できてはいない。しかしよく見ると遠藤の視点からギデオンの位置はちょうどスカムルジョと重なっている。そのフォームの違いに気づけなかった遠藤はレシーブに出遅れるが、そこから驚異的な反応速度で滑り込み、見事に拾ってみせる。最終的にはスカムルジョに捕まりポイントを取られたが、遠藤はこのようなディフェンス力を何度も証明してきた。この動画をご覧になった方はお分かりだと思うが、遠藤の守備力は並大抵のものではない。相手観客会場誰もが決まったと思う瞬間を何度も裏切ってみせる男。これが遠藤博之。最後は渡辺の強みを解説しよう。ギデスカに6連勝を果たした最大の要因は圧倒的な守備力にあると説明してきたが、細かく見るとこの男のテクニックも大きく影響している。まずは彼の代名詞といえるこのショットに注目。ファーストゲームの 60-18。渡辺がスマッシュに見せかけたドロップを放ち見事にポイントを奪う。このショット自体は多くの選手が使用するが、彼の場合は特に段違いの格差を見せる。スマッシュと同じフォームを作り上げることは大前提として、彼の特徴はその圧倒的なジャンプの高さにある。モーションが大きければ大きいほど、滞空時間が長ければ長いほど、人の目には錯覚が生じやすくなる。そこからスマッシュと同じ振りの速さから一気に脱力し、シャトルはネット前のサービスラインよりも前に落ちる。彼がこのショットを見せるのは試合の中で数回のみ。ショットの精度が一流なのはもちろんだが、それを繰り出すタイミングこそが渡辺の真骨頂であり、彼の大きな武器となっている。そして渡辺の強さはこんなものではない。彼の一番の強みは試合全体を把握する能力にある。セカンドゲームの 10-5。点差に余裕があるスカムルジョはいつものように自分から攻めはしない。遠藤のハーフスマッシュをハーフに返す。渡辺はそれを捉えスマッシュで返すと思いきや、冷静に空いてるセンターに落とす。これにはスカムルジョも驚きを隠せていない。続いてファイナルゲームの15オールのこのシーン。ショート動画でもよく取り上げているが、渡辺は相手に目を見せている時間が長い。有名な選手だとリンダン・ピーター・ゲートがよく使用していたテクニックである。もちろん他の選手もこのテクニックを使用しているが、渡辺の場合は目を見せている時間がコンマ数秒長い。試合中は気づきにくいが、このわずかな数秒が相手の攻める力を軽減させている。そして注目すべきはギデオンのこの打ち方。この打ち方は後ろに体重をかけているためショットのスピードが出にくく、戻りも遅くなる。ギデオンの選択肢はクリアドライブカットつなぎの4パターンであり、ドライブが来てもそこまで速い球ではない。渡辺はクリア以外を狩るためここぞとばかりに前へと詰めるが、やはりスカムルジョが壁として阻む。しかし渡辺は相手の右サイドをしっかりと捉えていた。そのコートがノーマークであることを感じ取った渡辺は果敢にそこをつく。スカムルジョが無理にラウンドから入り、ミスでポイントを奪う。このように渡辺は他の選手にはない独自のテクニックを持ち合わせ、スカムルジョキラーとして強さを発揮している。守備力に加えその緻密なテクニックが見事に噛み合い、世界ランカーであるギデスカに6連勝を果たしたことはまさにその強さを証明している。単にフィジカルやパワーだけではなく、頭脳的なアプローチで相手を圧倒し、戦略的に勝利を重ねる姿はまさに実力者の証である。最後にサーブの集計結果をお見せしよう。この結果を見ればどちらが安定しているかも一目瞭然だろう。特に渡辺のサーブは確実にポイントを重ねる安定感が際立っている。この安定したサーブも世界ランカーに勝つための大きな要因になっていることは間違いないだろう。
私の長尺動画はいかがだったでしょうか。このような細かい解説は長尺動画で、スーパープレイやハプニング系はショート動画で上げていきます。わかりやすい、面白いと思った方はチャンネル登録をお願いします。またいただいたリクエストを順次 TikTok の返信機能を用いて投稿しておりますので、見たい選手がいればコメントしてください。では次の試合でお会いしましょう。